皆さんこんにちは。ビジョン心理トレーナーの大和美奈です。チャックさんの5日間のシンガポールのセミナーが終わって、こちらホライゾンクラブの方からお送りしておりますが、私はですね、ハワイの10日間のアプレンティスシップ、そして3日間の毎月行かせていただいているアシアの出張、それからズームでしたけれども5日間のギフトフェミニン、フランシンさんとヒロミさんの5日間ですね。そちらに出てからこちらのシンガポールの方に行きました。ずっとセミナーが続いてたわけなんですけれども、どうしてこんなスケジュールになっちゃったんだろうなって最初思っていたんですが、一つ一つのセミナーが非常にこの美しい布を織りなすように関係していたんです。で、その中には自分には盲点があり、自律的で、そして人を助けるときに自分のやり方でやってしまって誰かに嫌な思いをさせてしまっている自分というものを発見したり、また燃え尽きていたり、いろいろなことを感じました。今日はですね、私の体験をちょっとお話ししたいと思うんです。私にとってですね、すごくこの自律的な男性っていうのが時々非常に強いシャドウになっちゃう時があるんです。シャドウというのは自分自身の中にある最も忌み嫌っているその性質をちょきっと切り離して持ってると非常に具合が悪いので、誰かにペタッと貼り付けてしまうわけですよね。そしてその人がこんな風に悪いんだとか、こんな風にひどいんだとか、こういうところが間違ってるんだというように自分の正しさを振りかざして切り離して批判してしまっている部分なんです。で、今回本当にそのシャドウを取り戻せたという体験があったんですね。で、特定のどなたかということではなかったんですけれども、私自身が私の性質を父に投影してしまっていた部分、それは非常に自律的、超自律的で助けを求めず受け取らず、そして非常にコントローラーである。そういう人を見るとですね、非常に自分の中にいろいろと反応が起きちゃって、その反応している自分が嫌なわけです。で、これはちょっとしばらく私はこのシャドウに苦しむだろうなという体験が以前あったんですけれども、その方がですね、全く違う人に見えたっていう体験を今日お話ししたいんです。で、まずその偽りの男性性、自立ということは、そのハートがなくて、絆がなくて、つながっていなくて、自分が言う一言がどれほど人に影響をし、どれほど人を傷つけるか、そういうことに思いが及ばない。そういうこと私たちよくありますよね。特にビジネスの中ではそういうことあると思います。そしてまた非常に競争的である。何か私はその方に最初にお会いした時に、もうすごい喧嘩ふっかけられてるなっていう体験があって、ちょっと珍しいな、こういう体験をするのはっていうふうに思ってました。でもなんだか知らないけれども、引き金が引かれてしまって、非常にその人の言う一言一言に私が傷ついてしまうわけです。で、それを乗り越えてとにかく自分にできるベストっていうのをその時にはしていたんですけれども、で、話を聞いていくうちに私はその人のことを何にも知らなかったのに、勝手に自分のこの投影をしてしまって、その方がどうしてそのような振る舞い、態度、言い方をするのかという理由がどんどん分かってくるわけです。彼の人生の中にあった、生まれた時からのそのご家族の中にあった痛みや、その人がどのような思いを差し出していたにもかかわらず受け取ってもらえず傷ついたのか、ご両親も傷ついていたからこそその彼のギフトを受け取れずに彼を拒絶したようにご自身は感じておられたのか、その痛みがあるがゆえにその方は同じ傷を人に渡してしまっていたんだっていうことがよく分かったんです。しかしたった数ヶ月お目にかからなかっただけでその方は非常に前進されて、この真実の女性性というものをたくさん受け取って、本来その方が持っておられる優しくて人を理解しようとする、そして何よりも高く防衛しているように感じていたその壁というのは、彼自身がスーパーセンシティブだったがゆえに非常に気を使って生きてきた、その証拠に他ならなかったわけですね。で、私はその方との関係に自分の父との関係を転移してしまって、転移というのは、転がして移してくる、トランスファー、英語ではトランスファーって言いますね。ゴロ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 ってその人との関係に誰か他の人との状況や誰かを思い起こしてしまうような、そういう反応なんですが、その中には必ず攻撃があります。で、シャドウを持っている時というのは必ず転移があって、過去を現在のこの関係に持ち込んでいるわけですよね。で、その目的は何かというと、
その関係を使ってお互いに無実だというところに行くためなんです。で、今回はそのお嬢様がいらっしゃってたんですけれども、そのお嬢様はもう本当に聡明で美しい方で、お父様はその方をね、中に入れても痛くないように、もうずっと愛の目で見ているわけです。そして行った時に、その男性自身の中にはとても柔らかい女性性がたくさんあって、愛があって、それをこう引っ張り出してきた時に、その方が本当にどのような傷を持っているからこういう人だったんだな、こういう態度だったんだな、そして本当はただ人を愛してその愛を延長したい、その願いについて私と何も変わらない方だったんだ、その絆が分かって、そしてその人の表現が、これは全く自分がしてきたことだし、父からされたと思って傷ついていたんだけれども、実は自分も父をそのように攻撃していたんだなっていうことに気がついた時にですね、そのお互いの傷の壁がバラバラって崩れるような体験をしました。で、本当にそれはね、その方のお嬢様のこの無実さと美しさと父親を愛するという、そのもう目の中からこぼれてくるようなお父様への愛というのを拝見した時に、もしかしたら私も父をこのように愛していて、そして父もこのように私を見てくれていた場所があったのかもしれないと思ったら、いろいろなことが理解できたんです。私たちはシャドウの後ろに本当に大きなギフトが待っているというふうにお伝えします。なぜならそれはそれだけの強い投影を取り戻した時には、本当に自分自身がいかに自分を責めていたのか、状況が助けられなかったということで自分を責め、相手を責めていて、自分自身に自罰的になっていたのかというところから自分自身を救い出すことができるからなんです。本当に今は以前強いシャドウになってしまった人が、私にとってはただ可愛い優しいパパで恥ずかしがっちゃうんですけれども、その方に会うとハグをしてからかったり、その人がっていう顔してたとしても微笑んだり絡んでいったりとかするとですね、嫌そうな顔を最初してたんですけれども、時々通りすがる時にツンツンって私のことを触ったりとかですね、優しい目で見てくれていたりしました。私が今回シャドウを取り戻して学んだということは、本当にこの偽りの男性性を超えて真の女性性でつながり、そして理解し、受容し、そして絆を強めていくことによって、誰も悪者はいないんだなという、このノーバッドガイというビジョン心理学の本当に基本に戻ったというところにあったと思います。そして誰も悪くないのだというところからつながっていくとですね、居心地の悪い感じというのはしばらく続くんですが、それをもまた受け入れていくと全く違うレベルのところに到達するんです。真の男性性というものが育つためには、真の女性性の理解や絆、受容というギフトが必要であり、そしてそれを受け取った真の男性性というその高いレベルのビジョンを見せて変革し進んでいく、そういうギフトが今度は真の女性性を助けて、お互いがお互いを助け合って高め合っていくということができるのだということがよくわかりました。素敵なパパと素敵なお嬢様、そのお二人の天使に私は本当に今回愛を受け取り学ばせていただきました。皆さんの中でお父様やお母様との間で葛藤がある方は、一度今日私が言ったことをもう一度考えてみてください。すべて投影だったとしたら、そしてそれがその人の傷から来る振る舞いだったとしたら、そしてその人を助けるためのギフトをあなたが持っていたとしたら、二人の人生はどのように変わっていくのでしょうか。誰も悪者はいない。ここから世界をもう一度構築していけたら素晴らしいですね。今日も聞いてくださってありがとうございました。それでは素晴らしいシンガポールの世界をお楽しみください。それではまた。